皆さん方法スレアメタル集めてますか？ドロップ率なかなか渋いですよね。週間クエストで集めるしかないかなと思ってたんですが、ある日見つけちゃったんですよね。ドロップ率が良くなる条件を。その条件とは何ぞやというと、条件その1は水曜です。条件その2は週間クエストです。例えばレッドナパームが週間クエストの対象だったとします。そうしたら1個前のホワイトスティールがドロップ率アップです。こいつは先週戦ったから今週はいっかっていう心理をついた裏技かもですね。ネットで探してもそういう情報出てこなかったので、見つけた時は震えましたね。とはいえそのまま発表するわけにはいかないので、実際にドロップ率を調べてみることにしました。まあ動画のタイトルがこうなってるってことは、まあそういう結果だったんですけどね。1セット10選でドロップ率を調べました。まずは8月6日日曜日、ブラックサンダーのクエスト集ですが、日曜日なのでドロップ率は通常です。一応クエスト対象の1個前のレッドナパームのドロップ率を見ると 30%。 渋い。次は8月9日水曜日です。テイルウィンドクエスト集なのでブラックサンダーがドロップ率アップです。しかしブラックサンダーさんちょっと遠いので一旦スキップです。クエスト対象のペイルウィンドのドロップ率は 50% ですね。8月13日は飛ばして、次は8月16日水曜日です。ホワイトスティールクエスト集なのでペイルウィンドがドロップ率アップなはずです。ちょっと気合を入れて20連戦しました。 60% と 50% でした。以前の水曜日のペイルウィンドクエスト集も 50% だったので、どうもクエスト集は関係なさそうですね。そして同じ週の日曜日を見ると 50% ですね。こりゃあ曜日も関係なさそうですね。他の結果を見ていってもやはり関係なさそうでした。冒頭で話した条件は単なる勘違いですね。まあでも予想を立てて検証するのは大事ですね。では次は9月17日日曜日に4人と合計40戦をやった結果です。ホワイトスティールは 60% でした。レッドナパームは 40% でした。ブラックサンダーは 60% でした。ペールウィンドは 60% でした。レッドナパームは 40% でちょっと低かったですが、他はいい感じでしたね。では最後にまとめです。8月6日から9月17日までの記録をまとめました。画像は X に貼り付けておくので、細かく見たい方は概要欄から飛んでください。結局のところクエスト集だとか曜日とか関係なく、実践すると 30% から 50% 程度ドロップしました。全240戦を全て合わせるとドロップ率は 45.8% でした。消費したキルコインは2160万使いましたね。これも皆様が TDM で協力してくださっているおかげです。いつもありがとうございます。各4フォース面のドロップ率がばらけてますが、これはデータ不足なせいですね。レッドナパームだけドロップ率が低く設定されている可能性もなくはないですが、1人につき100戦くらいやればもっといいデータになりそうですが、私はもう十分レアメタルを手に入れたので誰かの活躍に期待しております。それでは今日も頑張って戦っていきましょう。